甲府駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、甲府城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の甲府駅です。そして目的地が甲府城です。駅から見える距離にありますので、特に迷うことはないかと思います。そして線路をまたいだところに山手御門がありますので、後ほどこちらも訪ねてみようと思います。では早速向かうことにしましょう。舞鶴城公園の入り口に到着しました。こちらから入ります。甲府城は1582年、徳川家臣である平岩親吉によって築城が始まりました。1590年、家康の関東違法に伴い、羽柴秀勝、加藤光康と城主が変わり、1600年頃、浅野長政、吉永親子の時代に城と城下が完成しました。1724年、柳沢義里が大和郡山に違法となった後は、幕府の直轄地となり、幕末まで存続しました。入り口近くの石垣です。駅前にありながらね、こうして石垣の城を見られるというのは非常に感動的です。案内図で位置関係を見ておきましょう。現在地がこちらです。このまま坂を登りまして、いきなり本丸の天守台に向かいます。その後は反時計回りに内松影門、梶車門を経て、反対側にある結城橋からもう一度本丸エリアの黒金門を目指します。そして稲荷車と高石垣を経て駅の反対側山手御門に行きます。この坂を登っていきます。左に見えているのが稲荷櫓です。ここは武田氏滅亡後に建てられた城ですが、なぜか上りは風林火山になっています。天守台です。この上に登ります。石垣の上に登ってみましょう。左側が甲府駅です。そして右に見える建物が稲荷櫓です。暗渠の説明板がありますが、こちらの穴のことですね。暗渠とは地下に埋めた水路のことで、ここでは排水溝を指しています。別なところにも排水溝跡が見られます。それではね、いよいよ天守台に登ってみましょう。天守台はありますが、実際に天守があったかどうかは分かっていません。前方に富士山が見えていますね。少し左に移動した方が見やすそうです。拡大するとこんな感じですね。さらに拡大します。鉄塔がちょっと邪魔なんですが、逆にいい味出してるかもしれません。赤金門跡です。礎石が残されています。内松影門です。
この先を進みますと、先ほどの赤金門跡に出ます。公園管理事務所では、100名以上のスタンプを押すことができます。では、一旦外に出まして、南側から天守に向かいたいと思います。ここは水堀が巡らせてあり、その上にかかっているのが結城橋です。左手に塔が立っていますが、あれが謝恩碑です。そして正面には、先ほど登った天守台が見えています。いや、こうして見てみますとね、さすが石垣の城、なかなか壮観ですよね。この折れとかね、鉼積みのエッジがなかなか素晴らしいです。黒金門です。本丸と天守曲輪の間に建てられた2階建ての櫓門です。江戸初期に建てられ、明治期に取り壊されましたが、2012年に復元されました。御城印のデザインにも使われています。櫓の内部は見学することができます。稲荷櫓です。江戸時代は武器蔵として使用されていました。こちらも中は見学することができます。石のオブジェが展示されていますが、これは石の割り方を説明しているのでしょう。矢穴という穴を開け、くさびを打ち込み、黄元牢というハンマーで割るということですね。ではその石垣を少し見てみましょう。これは加工していない自然石を積み上げた野面積みと呼ばれるものです。そのすぐ近くには石材を加工して隙間ができないように積み上げた切り込み萩が見られます。こちらの石垣は石材は加工していますが、間に石を詰め込んだ打ち込み萩という積み方になっています。二重の石垣です。一度積まれた石垣が埋められ、その後で新しい石垣が積まれました。石切り場跡です。城内にも石切り場があったんですね。よく見ると矢穴の跡が残っています。他にもね、石垣を見ますとこういうものが貼ってあります。おそらく何かの目印、または何かを調査しているのではないかと思います。下から見上げた稲荷櫓です。この下はかつては堀になっていました。櫓もいいんですが、石垣がまたね、見応えがあります。案内板には
高い石垣とありますが、築城時の野面積みがここに残されています。踏切を渡りまして線路の反対側に行きましょう。この通りを直進して山手御門を目指します。山手御門は甲府城にあった3つの出入り口の一つです。平成9年の発掘調査でその位置が確認されました。門は高麗門と櫓門の組み合わせで、その間はおなじみのマス型になっています。反対側から見るとこのような感じですね。枡形小口に使用されている石垣の様子です。かなり大きな石が使われています。そしてこのようなものが貼り付けられています。隙間が空いているという意味なんでしょうか。この上にもね、同じようなものが貼り付けられています。こちらも櫓の内部を見学することができます。中の展示室を抜けた先で土塀や狭間の様子を見ることができます。線路越しに先ほどの遮音碑と天守台が見えています。時の鐘の奥に稲荷櫓が少しだけ見えていますね。甲州夢小路は甲府城下町を再現した観光施設です。こちらで食事や買い物などをすることができます。甲府駅南口の観光案内所では御城印を購入することができます。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。